CosmoTube Annual Astrological Forecast. 私たちは今、大きな時代の転換点に立っています。その中で、特に注目すべき存在がトランスサタニアンと呼ばれる、目で見ることができない外側の天体。天王星、海王星、冥王星。冥王星は水亀座の地に新たな重力を生み出し、海王星がお羊座の粒を巻き込んでつなぎ、天王星が双子座の電極を流す。2025年はそんな世界の上で繰り広げられます。このトランスサタニアンの動きを理解することは、まさに、遠くを測る、ことに他なりません。目の前の日常に埋もれず、大きな時代の流れを捉えることで、私たちは未来への準備を整えることができるのです。このプレリュードでは、2025年におけるこれらの天体の動きに焦点を当て、この重要な年がどのような意味を持つのかを探っていきます。社会システムの再構築、技術革新の進展、文化的価値観の変容など、私たちは未知の可能性と挑戦に満ちた、新時代の入り口に立ちました。間もなくスタートの号砲が鳴ります。それでは、2025年のトランスサタニアンの動きを詳しく見ていきましょう。コスモガイド、2025。プレリュードでは、メゾ視点で見ていきます。前回までの2回は、2025年という本の、ジャンルと想定のお話でした。今回は、目次。2025年、という題名の本を Amazon で予約注文し、本の概要の目次に目を通す感覚です。まず、2024年の目次には、冥王星は11月に完全に水亀座に移動。海王星はホームである、魚座の終わりに滞在。天王星は牡牛座。そう書いてありました。2025年の目次には、冥王星は水亀座。海王星はお羊座へ移動。天王星は双子座へ移動。と、書いてあります。では、それぞれの章を読んでいきます。まず、一番外側の冥王星から見ていきます。冥王星は、2023年から幾度かの逆行を経て、2024年11月より、2043年まで水亀座に滞在します。冥王星がもたらす変化は、社会の深層に及び、長期的な影響を与えます。ここで重要なのは、冥王星の影響は、個人の日々の生活で直接感じ取れるものではないということです。今日はいつもと雰囲気が違う。といった短期的な影響を及ぼすわけではありません。むしろ、冥王星の影響は、長い時間をかけてゆっくりと現れ、振り返ってみて初めて、あの時期の変化は冥王星の影響だったのかもしれない、と気づくような性質のものです。次に、水亀座について。水亀座は革新、独創性、人道主義を象徴します。この星座は、既存の枠組みにとらわれない自由な思考と、社会全体の利益を重視する傾向があります。では、冥王星が水亀座に入ることで、どのような長期的な変化が起こる可能性があるでしょうか。まず、私たちの社会は、想像を超えた変貌を遂げることになるでしょう。例えば、国家という概念が薄れ、代わりに共通の価値観や目的を持つ人々が、バーチャルとリアルを融合させた新たなコミュニティを形成するかもしれません。これらのコミュニティは、地理的な境界を超えて、独自の経済システムや、意思決定プロセスを持つようになるでしょう。また、人間の意識と人工知能が融合し、私たちの思考や想像力が飛躍的に拡張される可能性もあります。これにより、現在の科学技術では解決不可能と思われている問題に、全く新しいアプローチで取り組めるようになるかもしれません。さらに、エネルギーの概念が根本から覆され、意識の力で物質を操作したり、瞬間移動を可能にするような革命的な技術が生まれるかもしれません。これにより、環境問題や資源の枯渇といった現在の課題が、全く異なる文脈で解決される可能性があります。教育システムも劇的に変化し、固定的なカリキュラムではなく、各個人の才能や興味に応じて宇宙規模で最適化された学習体験が提供されるようになることも予想されます。このような変化は、私たちの人間とは何か、という根本的な問いにも大きな影響を与え、現在の倫理観や価値観を根底から覆す、新たな哲学や思想が生まれたりすることもあるでしょう。冥王星水亀座の時代は、まさに人類の進化の大きな転換点となり、現在の私たちには、想像もつかない全く新しい世界の幕が開くのです。ここで、この冥王星がこの20年間で、あなたの人生にどのように影響を与えるのかを、太陽星座別で簡単に見ていきます。水亀座は風の星座ですので、太陽星座が双子座、天秤座、水亀座の人は追い風になります。双子座、これからの20年間、あなたの人生観や価値観が大きく変わっていきます。新しい学びや異文化との出会いを通じて、視野が大きく広がるでしょう。
知的好奇心を存分に発揮できる時期です。天秤座、創造性や自己表現、人間関係の面で大きな変化が訪れます。隠れていた才能が花開いたり、人との関わり方が新しくなったりするかもしれません。自分らしさを深く探求する20年になりそうです。水亀座、あなた自身が大きく変わっていく20年です。自分の本質や生き方を根本から見直し、新しい自分を創造していくでしょう。社会の中で独自の役割を見出す可能性が高まります。特に水亀座に太陽や月、アセンダント、MC がある人は、その影響は他の星座よりもさらに強く現れます。まさに強風が吹き荒れるような大きな変革の時期を迎えることになるでしょう。この強風は、あなたの人生に大きな変化をもたらし、潜在的な可能性を最大限に引き出す力となります。変化を恐れず、むしろそれを積極的に活用することで、驚くほどの成長と進化を遂げることができるのです。太陽星座がお羊座、獅子座、射手座の人は火の星座なので、水亀座という風は、あなたの火を煽る風になります。お羊座、社会的なつながりを通じて、新しい目標や理想を見出す20年です。眠っていた情熱が呼び覚まされ、革新的なプロジェクトに挑戦する機会が増えるでしょう。獅子座、人間関係の変革を通じて、リーダーシップのあり方を進化させる20年です。個性の発揮と集団との調和のバランスを取ることが、重要な課題となるでしょう。射手座、日常生活や身近な環境での新しい学びが、あなたの人生観を大きく変える20年です。世界に対する理解が深まり、哲学的な洞察力が高まるでしょう。ただし、獅子座に主要な天体などがある人にとって、この風は時に向かい風となることもあります。自我や個人的な欲求が、社会の要求と衝突する場面が増えるかもしれません。これは、自己中心的な態度を改め、より広い視野で物事を見る機会となります。この挑戦を乗り越えることで、より成熟した、真のリーダーシップを身につけることができるはずです。火のエレメントの星座の中でも、特に大きな変化と挑戦を経験する可能性があります。しかし、この向かい風をうまく利用することで、驚くほどの個人的成長と社会的な成功を達成できるでしょう。柔軟性と適応力を磨き、新しい時代のリーダーシップのあり方を模索する20年となりそうです。太陽星座が牡牛座、乙女座、ヤギ座の人は地の星座なので、水亀座という風は、あなたの大地に変化を促す風となります。牡牛座、キャリアや社会的立場に大きな変化が訪れる20年です。新しい価値観や資源を見出し、安定と革新のバランスを取ることが課題となるでしょう。乙女座、日常生活や仕事の方法に革新的なアプローチが求められる20年です。効率性を追求しつつ、柔軟性と適応力を高めることが重要になるでしょう。ヤギ座、自己表現や創造性の面で大きな変化が起こる20年です。従来の枠組みにとらわれない新しい方法で、自分の才能を発揮する機会が増えるでしょう。地星座に主要な天体を持っている人にとって、この20年間は安定を好む性質と変化の風とのバランスを取る時期となります。固定観念を柔軟に見直し、新しい可能性を受け入れることで、より豊かで実りある人生を築くチャンスとなる時期です。太陽星座が蟹座、サソリ座、魚座の人は水の星座なので、水亀座という風は、その水面に波紋を広げたり、波を作る風となります。蟹座、家庭や感情的な基盤に新しい風が吹き込む20年です。直感力と理性のバランスを取りながら、より広い視野で人間関係を築くことが課題となるでしょう。サソリ座、コミュニケーションや学びの方法に革新的な変化が訪れる20年です。深い洞察力を活かしつつ、新しい考え方や技術を積極的に取り入れる機会が増えるでしょう。魚座、物質的な価値観や自己価値に関する概念が大きく変わる20年です。精神性と現実世界のバランスを取りながら、新しい形の豊かさを追求することになるでしょう。2025年、海王星がお羊座に入ることで、私たちの社会は新たな段階を迎えます。海王星の持つ捉えどころのない神秘的な性質と、お羊座の直感的でエネルギッシュな特徴が混ざり合い、予測困難でありながら強烈な魅力を放つ影響をもたらします。正体不明だからこそ惹かれ、そのもやに向かって動いてしまう。これが海王星の本質的な力です。人々は理由を明確に説明できないまま、新しいアイデアや行動に突き動かされるでしょう。創造性の分野では、従来の枠組みを超えた斬新なアプローチが生まれるでしょう。何かを生み出す者たちは、自分でも理解できない衝動に導かれ、これまでにない作品を生み出すかもしれません。
テクノロジーの分野でも、直感的なインターフェースや、人間の潜在意識と直接つながるようなデバイスの開発が進むでしょう。AI がより人間らしい直感を持つ方向に進化し、私たちを驚かせるかもしれません。社会運動においては、理想と行動が直接結びつく傾向が強まります。人々は深く考えることなく、純粋な感覚や理想に基づいて行動を起こすようになるでしょう。それは時に混乱を招くかもしれませんが、同時に予想外の確信をもたらす可能性もあります。精神性の面では、従来の体系化された宗教や哲学ではなく、より個人的で直接的な霊的体験を求める傾向が強まります。人々は目に見えない何かに導かれるように、新しい形の瞑想や意識拡張の実践に惹かれていくかもしれません。この影響には注意が必要な面もあります。現実と幻想の境界が曖昧になり、事実と虚構の区別が難しくなる可能性があるからです。また、衝動的な行動が社会的な混乱を引き起こすリスクも高まります。しかし、この時期は同時に、人類の意識が新たな段階に進化するチャンスでもあります。うやむやな力に惹かれながらも、それを意識的に活用する方法を見出すことができれば、これまでにない創造性と洞察力を手に入れられる可能性があるからです。海王星のお羊座入りは、私たちに、意識的に無意識を活用する、という新たな課題を突きつけています。この挑戦にどう応えるかが、これからの社会の発展を左右する鍵となるでしょう。個人への影響は計り知れず、正体不明な部分も多いですが、それぞれが自分なりの方法でこの神秘的なエネルギーと向き合い、そのもやの中に隠された可能性を探っていくことになりそうです。最後に、天王星の動きに注目しましょう。2025年7月、天王星は牡牛座から双子座に移動します。この移動が、巷で話題になっている2025年7月日本滅亡、などの予言と関連している可能性があります。天王星は変化と改革を表す天体です。冥王星も変革の星ではありますが、天王星はより身近でわかりやすいインパクトを残します。突然の変化、予期せぬ出来事、革新的なアイデアの出現などを引き起こす傾向があります。牡牛座から双子座への移動は、物質的な価値観や安定性を重視する領域から、コミュニケーションや情報の領域への移行を意味します。これにより、私たちの社会は大きな変化を経験する可能性を生むのです。情報革命が加速し、教育システムが劇的に変化し、メディアの世界も大きく変わるでしょう。経済システムも例外ではなく、新しい形態が出現したりするかもしれません。しかし、ここで重要なのは、トランスサタニアンに関しては、単独の動きだけでなく、他の天体との関係性も考慮する必要があるということです。天王星の突発的な変化は特に、火星などの強星との関わりであれば、実際の事件や事故につながる可能性があります。例えば、天王星と火星が厳しい配置の時期には、暴力事件や技術関連の事故が起こりやすくなる傾向があります。また、土星との関わりであれば、革新的なアイデアが現実の壁にぶつかるような状況を生み出すかもしれません。これらの天体の動きを総合的に見ることで、より正確な予測が可能になります。天王星の影響は確かに大きな変革をもたらしますが、それが具体的にどのような形で現れるかは、他の天体との相互作用によって大きく変わってきます。そのため、滅亡、という言葉で表現されるような劇的な変化が起こるかどうかは、より詳細な分析が必要です。この複雑な天体の動きを理解し、それに対応していくことが、これからの時代を生き抜く上で重要になってくるでしょう。変化を恐れるのではなく、それを成長の機会として捉え、同時に潜在的なリスクにも注意を払う。そんなバランスの取れた姿勢が求められています。2025年は確かに大きな転換点となる年です。しかし、それは終わりではなく、新しい始まりなのです。私たちはこの変革の波を理解し、適切に対応することで、より良い未来を創造していく機会を手にするのです。2025年は、冥王星、海王星、天王星という3つのトランスサタニアンが同時に大きな動きを見せる稀有な年となります。この3つの惑星の動きが重なることで、私たちの社会と個人の生活に多層的で複雑な影響をもたらすでしょう。この年の特徴は、見えないものの力が顕在化することです。冥王星の水亀座入りは、集合意識の変容を促し、海王星のお羊座入りは、冷静と行動力の融合を生み出し、天王星の双子座入りは、情報と技術の革新的な結合をもたらします。これらの影響が相互に作用することで、私たちの現実認識そのものが大きく揺さぶられるのです。
従来の常識や価値観が通用しなくなり、新しいパラダイムが急速に台頭してくるでしょう。しかし、この変化は単なる混乱ではありません。むしろ、人類の意識進化の重要な転換点となる可能性を秘めています。私たちは、物質世界と精神世界、個人と集団、過去と未来の新たな統合を模索することになるでしょう。この時期、個人レベルでは直感と理性のバランス、社会レベルでは革新と調和のバランスが重要になります。変化を恐れるのではなく、その中に潜む可能性を見出し、積極的に新しい現実を創造していく姿勢が求められます。2025年は、確かに大きな変革の年となるでしょう。しかし、それは終末ではなく、新時代の夜明けの始まりです。トランスサタニアンの動きは、私たちに意識進化の機会を提供しています。この変革の波に恐れることなく乗り、新しい可能性を探求することで、私たち一人一人が新しい時代の創造者となれるのです。ロマンスドーン。海賊のいるあの世界観が現実味を帯びています。誰も見たことのない海図に、どんな航路を描きますか？未知の世界への冒険を、共に楽しみながら進んでいきましょう。以上です。少し間が空いてしまいましたが、ついにというか、やっと2025年の読みに入りました。今回は世の中の動きになります。次回はもっと身近な、社会的にどうなのか、を見てみます。世の中の動きなので、じっくりと変革していく冥王星のみ、個人的な影響を見てみましたが、次では、もっと現実的に落とし込んで読もうと思います。自分の運勢の読み方は、簡単に、ほぼラジオシリーズにまとめているのですが、このコスモガイドを作り終えたら、ほぼラジオも全部作り変えようかなと思っています。来年になりますが、お楽しみに。それと同時に、現在休止中の、知らない人たちへ送る講座も復活させたいと思っています。まずは、知っている人たちへ、新しい講座を試してもらってからになります。また、もりもりやりたいことがつきませんが、YouTube はこんな感じでゆるゆる進めていきます。現在は、動画の投稿日を固定していないため、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、次の動画でお待ちしています。我